ママ、親父がいなくなれば会社は俺のものだよね。兄の言葉にぎょっとして聞き耳を立てていると母が言った。当たり前じゃない、雄一ちゃん。しかも計算してみたら2億は遺産があるはずよ。あの人のがん保険の一時金も入ったからしばらく贅沢できるわ。ボーナスじゃん。親なし親父に感謝だな。俺は怒りで爆発しそうになった。なんなのだ、このクズどもは。許せない。絶対にこいつらの思い通りにしてはならない。怒鳴り散らそうとした瞬間、病院の父から連絡が入った。話は数ヶ月前まで遡る。俺の名前はケンジ。建築士の資格を持ち、設計事務所で働く33歳だ。実家を出て近くのマンションで一人暮らし。恋人がいないのは少し寂しいが、好きな仕事に就けて充実した毎日を送っている。今日は休日。実家の父親の茂雄と待ち合わせしていた。ああ、ケンジ、元気だったかい？待ち合わせに現れた父はいつも通り優しい笑みを浮かべていた。父さん久しぶり。ちょっと痩せたんじゃないか？経営者って大変だな。仕事は忙しいが元気だ。そろそろ行こう。父とはたまにこうして外で待ち合わせ食事に行ったりする。今日は父に誘われて二人でボランティア活動に来た。市の外れにある小さな児童養護施設。看板には桜園と書かれてある。こんにちは、園長先生。しげちゃん、けんじさん、こんにちは。今日はありがとうね。人の良さそうな顔の年配の園長が出迎えてくれた。父と園長は親しげに談笑している。父はこの桜園出身である。園を出た後、自力で大学まで行き、建築会社を起こした。天涯孤独の身でありながら、自分一人の力で努力して結果を出して経営者にまでなった父。俺はそんな父を尊敬していた。父はこうして休みの日に俺を誘っては桜園にボランティアに行く。父も俺と同じで建築士などの資格を持っているため、家具や遊具の修繕ができるのだ。しげちゃん、けんじさん、今日も助かったよ。ベッドや椅子、ブランコなどの修繕が終わり、帰り際、園長先生がそう声をかけてくれた。俺も役に立てたら嬉しいし、父にとっては父親代わりの園長先生に会いに行くのも大切なことなのだろう。食事でもして帰るか、と並んで歩いていると、隣にスーッと黒塗りの高級車が止まった。車の窓が開いて顔を出したのは母親だった。その隣で車を運転しているのは兄の雄一。あら、誰かと思ったら、また養護施設なんかに行ってきたの？母がそう言う。父親が親なしってバレると恥ずかしいんだから、そろそろやめろよな。ママ、もう行こう。くちゃくちゃとガムを噛みながら言う兄。いい年をしてチャラチャラした茶髪で定職にもついていないお前の方が恥ずかしいだろう。と言い返したかったがやめた。こいつらに何を言っても無駄だと分かっている。これから雄一ちゃんと食事に行くから、あなたは適当に冷凍食品でも温めて食べておいて。それから洗濯物も畳んでおいてよね。ああ、分かったよ、玲子。母の言葉に父がそう答えると、母は何も言わず車の窓を閉め、二人が乗った車は走り去った。俺と父は黙ってそれを見送った。母と兄は父をとことん下に見て馬鹿にしていた。母は正直に言うと、見た目だけは綺麗だと思う。自らを美魔女と称して SNS なんかもやっているみたいだ。しかし、
それは父の稼ぎをほとんど自分のものにしているからなせることだ。父が養護施設出身なことや親がいないことを悪く言い、他にも解消なしだのつまらない男だの、俺たちが子供の頃から言いたい放題。父のことは言うことを聞く ATM としか思っていないのだろう。さらにたちが悪いことに、兄はそれを全部鵜呑みにして一緒に父を馬鹿にするのだ。うちは2人兄弟だが、母は小さい頃から兄の雄一だけを溺愛してきた。俺のことは見て見ぬふりで、兄だけに海外しく世話を焼いて、欲しいものは何でも与えてきた。おかげで兄は立派なマザコン。今も母とべったりだ。30過ぎても母のことをママと呼び、着る服や食べるものまで決めてもらっている。自動車学校も母が毎回付き添っていたと聞いたときは呆れ返ったものだ。父さん、あの2人と暮らすのは辛くないかい？父にそう聞いた。もう慣れた。それに、やっぱり家族だ。私ができることはやらないと。父は寂しそうな声で言い、母や兄と暮らす家へ帰っていった。俺はそれを見送ることしかできなかった。それから1ヶ月後、母から父が倒れたという連絡が入り、病院に向かった。父さん、一体どうしたんだよ。1ヶ月前よりさらに痩せたように見える父は言った。検査してもらったんだがな、がんが見つかった。しかもだいぶ進行しているらしい。父は進行性の胃がんで、医師によると余命も3ヶ月あるかないかだというのだ。まだ60代なのにこんなことになるとは思ってもおらず、さすがに母も慌てていた。あなた、どうしてこんなことになるまで放っておいたの？母さんや兄さんが父さんをこき使ったから、ストレスだってひどかっただろう。ケンジ、親に向かってなんてこと言うの？ああ、やだやだ。ゆういちちゃんとは大違い。その兄さんはこんな時に何してるんだ？またパチンコか？母と言い争っていると、父が静かに言った。2人ともやめないか。私は大丈夫だから、今日は帰ってくれ。父さん、ごめん。また来るから。そこで病室を後にしたが、父の体調が心配で、余命宣告を受けたショックもあり、眠れなかった。その後、父に頼まれて着替えの交換や買い物などは俺がやることになった。案の定、母と兄は何もしようとしない。それでも父に少しでも快適に過ごしてほしくて、仕事の合間に病室に顔を出して2ヶ月の間世話をした。そんなある日、父の着替えや私物を取りに実家に帰った時のこと。リビングで母と兄が話しているのが聞こえた。ママ、親父がいなくなれば会社は俺のものだよね。兄の言葉にぎょっとして聞き耳を立てていると母が言った。当たり前じゃない、ゆういちちゃん。しかも計算してみたら2億は遺産があるはずよ。それはすごいな。俺また車買っちゃおうかな。いいわね。社長さんならいい車に乗らなきゃね。あの人のがん保険の一時金も入ったからしばらく贅沢できるわ。ボーナスじゃん。親なし親父に感謝だな。俺は怒りで爆発しそうになった。なんなのだこのクズどもは。許せない。絶対にこいつらの思い通りにしてはならない。怒鳴り散らそうとした瞬間、父から連絡が入る。ケンジ、一人でこれから病室に来てくれないか？俺はなんとか気持ちを抑え、父の病室に行った。父はここしばらくの間にさらに痩せて、顔色も悪い。
ケンジ、いつもありがとうな。何言ってるんだよ父さん。俺にできることなら何でも言ってよ。ベッドの横に座ると、大切な話があるんだ、と父が話し始めた。俺は黙って父の話を聞いてから泣きそうなのを抑えて受け答えした。もうすぐ面会終了時間だから帰るよ。さっきの話だけど、父さん、今は自分の体のことだけ考えて。ああ、ありがとうケンジ。またな。結局、それが父との最後の会話になった。この後、父は急変し、次の日に亡くなってしまった。病室で痩せた父の手を取って泣いた。母と兄も、この時ばかりはわざとらしく泣いていた。それからはかなり大変だった。一応喪主は母だったが、もちろん何もしない。それどころか、葬儀なのにバッチリ化粧も決めて、葬儀のグレードを下げようとまでしてきた。あの人には親戚もいないんだし、最低限でいいんじゃないの？父さんの会社や取引先の人も葬儀には来る。みっともないこと言うなよ。今日も母にべったりで、喪服のネクタイを結んでもらいながら兄が言う。ママの言う通りにしろ。あんな親父に金をかけるな。兄さんは黙ってろ。もう金なら俺が出すから、せめてまともに葬儀くらいさせてくれ。そうして俺が葬儀や法要のすべてを受け持った。父は多くの人から慕われていたみたいで、たくさんの人が弔問に訪れてくれた。それが俺にはとても嬉しかった。葬儀も終わり、次は初七日という頃、家族3人になった時に母が言い出した。やっとあの人片付いたわね。これで遺産の2億は私たちのもの。ね、ゆういちちゃん。それに親父の会社もな。いや、俺もとうとう社長か。おいケンジ、お前は相続放棄しろよ。絶対だぞ。まだ葬儀も終わって間もないというのに、こんなことを言い出すとは。呆れながら俺は言った。父さんは遺産関係の手続きを弁護士さんに頼んでいたんだ。連絡先は俺が知ってる。何？なんで早く言わないんだ。今すぐその弁護士を呼べ。そうよ、ケンジ。早くしなさいよ。俺は父に渡されていた名刺の連絡先に電話をかけた。しばらくしてやってきたのは30代半ばくらいの女性の弁護士だった。弁護士の山中と申します。相続のことに関しては、茂雄さんから委任されております。この度はご愁傷様でした。頭を下げる弁護士に、兄がニヤニヤしながら言った。へえ、弁護士って言うからおっさんかと思ったけど、美人じゃん。彼氏いるの？ゆういちちゃん、この人気に入ったの？ママはもっと若い方がいいわ。やめろよ。遠いところ、ありがとうございます。どうぞ、お上がりください。山中さんを部屋に通し、3人で山中さんの話を聞いた。では、ご説明させていただきます。まず会社の方ですが、お知り合いの会社に譲渡されると、生前の茂雄さんから伺っており、手続きに入っています。は？声を上げたのは兄だ。どういうことだ？俺が社長になるはずだろ？そのようなことは一切伺っておりません。従業員のためにもノウハウのある懇意にしていた会社に吸収合併してもらう形になります。相手の会社も同意していますので、どうしようもありません。あんの捨て子親父がくそ。母が慌てて言う。ゆういちちゃん落ち着いて。ねえあなた、遺産は私たちのものよね。2億くらいあるはずだけど。山中さんは淡々と答える。いえ、そんなものはありません。
もともとそこまで経営が順調だったわけではありませんし、残っていた資産もすべて会社の浄土の準備などに使われています。は？どういうこと？私たちのお金は？2億入るはずなんだろう、ママ。どういうことだ？奥様は多額のがん保険の一時金を受け取っておられますね。それを贈与としたいとの遺言を預かっております。何を言ってるの？そんなのもう車に使っちゃったわよ。おい弁護士、親父はたくさんの保険に入ってたよな。保険金は？生命保険については、茂雄さんが生前にすべて解約しておられますので、保険金はありません。すべて使ったとだけお聞きしています。はあ？何？そんな大金亡くなる前に何に使ったっていうの？くそ親父が俺たちに一銭も残さないつもりかよ。取り乱す母と兄を横目に、俺は山中さんを見送った。帰り際、大変ですね、と言ってくれた山中さんに、俺は苦笑いすることしかできなかった。夜空を眺め、散歩しながら、父と最後に話した時の会話を思い出す。ケンジ、私が死んだら会社を継いでくれないか？資産はあまりないが、保険金くらいなら残せる。保険金については十分にあるはずだ。何を言ってるんだよ父さん。お前だけは家族で私によくしてくれた。少しでも何か残せたらと思ったんだが。父さん、俺はね、身一つで努力して会社まで起こした父さんを尊敬してるんだ。俺も父さんのように自分の力で頑張っていきたい。会社も保険金も俺はいらないよ。しかし、残す財産があるなら父さんの心のままに使ってほしい。俺も協力する。ケンジ、ありがとう。ありがとう。歩いているといつの間にか桜園に着いた。夜だというのに庭先には園長先生がいて、俺に気づくと泣きながら駆け寄ってきた。ケンジさん、しげちゃんこんなに急に亡くなって、葬儀には来るなってしげちゃんに言われたけど、本当は？園長先生、父は先生にも桜園にも感謝していました。私もさっき知ったんだけどね、しげちゃん、ちょっと前に桜園にたくさん寄付してくれてたんだ。本当にたくさん。これで子供たちに必要なものが買える。立て直しもできるかもしれない。ありがとう。でも、しげちゃんには生きていてほしかった。幸せでいてほしかった。涙を流す園長先生の肩をさすりながら、俺も泣いていた。星空を見上げて、父さん、やるじゃん。やってやったじゃん。と、心の中でつぶやいた。それから数ヶ月後。この間、会社の浄土や相続周りの細々とした手続きや確認をするため、弁護士の山中さんとはたまに顔を合わせていた。この日で山中さんに会うのは最後というタイミングの日。これまでお世話になったお礼を言うと、山中さんは改めて丁寧なお悔やみの言葉を言って俺をねぎらってくれた。そんな山中さんを見送る時である。もうあの綺麗な顔を見ることもないのか。優しくて丁寧な人だったなぁ、などと思いながら山中さんを見送っていた時だ。見覚えのある車が山中さんの隣に止まったかと思うと、金属バットを持った兄が飛び出してきた。キャッ！おい、何やってるんだよお前。俺はそう叫んで慌てて兄を取り押さえた。うるさい、離せ。兄は顔を真っ赤にして地面に取り押さえられもがいている。山中さんを襲おうとしたのか？どういうことだ？どうもこうもない。この女のせいで俺は会社も金ももらえなかったんだ。この女のせいで、畜生。何をバカなことを。完全に逆恨みじゃないか。バカだと思っていたが、ここまでとは。
震える山中さんをかばいながら俺は警察に連絡した。兄の車の中にはバットだけでなくロープやスタンガンなどの凶器が見つかり、あっさりお縄になった。それを知った母は顔を真っ赤にして言った。雄一ちゃんを刑務所送りにする気？家族なのにこの薄情者を。俺は静かに言う。俺はもうあなたやあいつのことを家族だと思っていない。俺の家族は亡くなった父さんだけだ。あなたたちとの縁は切らせてもらう。母はまだわーわーと言っていたが、俺は無視して警察の捜査にも淡々と協力をした。後日分かったが、兄はネットでも必要に山中さんの名前を出して下品な誹謗中傷や嫌がらせを繰り返していたらしい。危害を加える予告までされていたので、特定を急いでいるところだった。山中さんを襲おうとした件で兄は実刑になり、山中さんは民事で兄の誹謗中傷に対する訴訟を起こした。こちらも慰謝料の支払いが命じられた。絞り取れるだけ絞り取ってください。あいつが少しでも反省するように。この度は本当に申し訳ありませんでした。俺が頭を下げると山中さんは、そうさせていただきます。と少し笑った後で、危ないところを救っていただき、ありがとうございました。これからは、ケンジさんだけでも幸せになってください。と言ってくれた。それからまた数ヶ月後、桜の咲く頃、俺は桜園に来ていた。今日はボランティアではなく仕事の打ち合わせ。父の寄付を得て資金が貯まった桜園は老朽化していた建物を建て直すことにしたらしい。その建築デザインをぜひ俺に頼みたいと園長先生が打診してきた。俺はまだまだ未熟だからと一度は断ったが、園長先生は折れなかった。しげちゃんはね、ケンジさんのことを、あいつは立派な建築家になる。俺なんてとっくに超えてるさっていつも嬉しそうに言ってたよ。しげちゃんのおかげでできることなんだもの。ぜひケンジさんに頼みたいんだ。そんな気持ちを聞かされて断れるわけがない。子供たちや園長先生が少しでも幸せを感じられるような素晴らしい建物を作りたいと思っている。きっと父もそれを喜んでくれるだろう。兄はというと、実刑が決まった後も変わらず、いや、もっとダメ人間になったらしい。執行猶予で刑務所送りにはならなかったとはいえ、毎日母に金をせがみ、昼から酒を飲んで借金してはパチンコや競馬に明け暮れているそうだ。母はそんな兄に毎日振り回されている。父のおかげで住めていた大きな家も、保険金で買った車も、山中さんの件の慰謝料や保釈金の支払いで売ることになって、今やボロアパートで兄と二人暮らししているらしい。自慢の美貌がもはや老婆のようだったよ、と知人から聞いた。自業自得だが、生前の父を散々虐げてきたこと、兄を甘やかしてマザコンのダメ人間に育てたことを少しでも反省してほしいと思っている。最後にもう一つ。俺は今度、弁護士の山中さんと結婚することが決まった。彼女は兄の暴挙から山中さんを救ったことがきっかけで惹かれるようになったとこっそり教えてくれた。ちょっとお堅いところもあるが、優しくて堅実な山中さんのことを俺もとても愛している。これからも父のような人を目指して仕事を頑張りながら温かい家庭を築いていきたい。